相変わらずオレンジ色の東京新木場ディーズクラブ。今日も己の文章を武器に戦う男たちの戦場に読者からの電話が鳴る。はい、ドリフト天国編集部です。川崎さん、はい、読者の方からお電話です。私今ですね、指が折れてるんですよ。なので今回は片手です。川崎 DIY、 今回は片手でカーボン作りに挑戦。というわけでですね、今回の DIY 企画はですね、なんと左手が使えなくてもできる、片手でもできる DIY ということで、割とライトな感じなんだけどかっこよくなるんじゃないだろうかと、ネタを探しましたところ、オプション2の12月号にいいものを発見しました。 DIY でいけるカーボンパーツ製作術。これはですね、なんとなく僕ほどの DIY スキルを持った人間だとですね、右手一本だみたいな感じのノリで、かっこいい部品をですね作ってみようと思います。今回はオプション2を参考にフューエルリッドのウェットカーボン化にトライ。ドナーは新しくなったドリテンクレスタ。ウェットカーボンのドレスアップ効果はいかに。使用する材料は全部で1万円程度。ホームセンターなどで売っているカーボンクロスは強度の高い平織りのものをチョイス。クロスを固めるためにポリエステル樹脂と硬化剤、 FRP マットは樹脂をしっかり染み込ませるために使う。仕上げは完成度の高い2液性のウレタンクリアを使う。道具は樹脂を塗りエア抜きし、余分をカットするためのものが必要だ。作業の前にテキストであるオプション2を熟読し万全を期す。下準備としてフューエルリッドは車体から外しておくのだが、もう指3本を使いますからね。片手でできるなんて言いながらもう両手使っちゃいましたけど、すでにまず吸口を外す、はい、外してから作業した方が絶対やりやすいです。当たり前です。あとは机でできます。カーボンクロスを貼る前にサンドペーパーで表面を足付けし脱脂する。そしてカーボンクロスを大体の大きさで切り取る。買ってくる時とかもう、袋に入れますかとか言ってお姉さんがこう畳んだ時にこんな風になっちゃうんですよ。これ見えるかな。こうしたらこれ以上の面積のものが作れないじゃん。これは問題ですよ。フューエルリッドに合わせて大体でクロスをカットする。これは切ってるうちに繊維の目がヨレヨレしてきますね。もう見てください。だってほらにゃ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 って一本ずつ抜けるもんね。これざるそばの上に散りばめられている海苔のようにこうなっちゃうから、予想以上のクロスの柔らかさにアバウトではなくきっちり型取りしてジャストサイズで切り出す方法に変更。カーボンクロスは折り目のムラを目立たせないように2枚準備する。 FRP マットも同様にきっちり型通りに切り出す。上物が用意できたらフューエルリッド裏側をマスキング。クロスに染み込ませるポリエステル樹脂は硬化剤と指定の割合で混ぜ合わせる。達人のみぞ許されるアバウトさですね。ベテランの匂いとかね。そうそう、匂いとか温度とかで分かってくるんですよね。あとは作業スピードの問題ですから、樹脂を塗っていく、はい、これは糊代わりじゃないですか。フューエルリッド全体にムラなく樹脂を塗り、その上からクロスを端を合わせてぴっちり乗せるのだが、ぴったしすぎんだよこれあれこれ足りてねえじゃんかよおかしいなあれ全然これ足りてないあれやってるそばからポロ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 抜けてきますよもうね、言い訳すると所詮撮影1枚目のカーボンクロスが準備できたらその上に FRP マットを乗せる。こうすることで樹脂が十分に染み込み仕上がりに深みができるのだ。これね、しめしめになって透明になるぐらいまでにしないとまずいからね。 FRP マットが樹脂でひたひたになって透明になるまでしっかりと染み込ませる。最後は表面になるカーボンクロスを乗せるのだが、
置が分かんねえもん、もう早速どこに置くのかが分かんなくなる。表面のクロスを乗せたら再びしっかり樹脂を染み込ませる。こういう風にやって塗って、あんまり力入れるところがズってなっちゃうから、なるべくこうひた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 みたいな感じの方が、やるなら軽く方向性をこう斜めらせないようにこうやってやるのがいいんじゃないですか。この辺足りてなく見えるんですけど、これ大丈夫なんですか？ここはダメなんです。ここは四角になって見えないところなんですよこれはもう二度と取り戻せないところですね。こうならないようみんなは寸法に余裕を持って切り出そう。樹脂が濡れたら上からラップを貼り、シワを伸ばし表面を整えながらエアを抜いていく。これね、考えた人天才だって。こういう風になってるとこからこうちょっと寄りでいってもらうと分かるんですけど、こうね、ほらこうエアがあるでしょ。ほらこういうのほら実はエアいたんだよね。ほらすげえ綺麗になるね。これ考えた人天才。端も多分大丈夫。端がずれてほつれているのはもうどうしようもないが、なんとなく完成形は見えてきた。あとは硬化剤が固まるのを待つだけだが、時間短縮のためヒーターで加熱。完全に固まったら端からラップを剥がしていく。日焼けして皮がむける時の感じ。もうちょっとここまで行きたいんだけど、ほらご覧ください。まばらに残ったラップはムダ毛処理のようにガムテープで一気にいく。ヤスリで磨いてもうちょっと綺麗にするっていうんだったら、ラップなんかこのままにしたってヤスリで多分削れてなくなっちゃう。これね、すごくカーボンの目が奥にある感じがしてかっこいい。なんかこの時点でカーボンマットを樹脂で埋めるっていうのは奥行きが出る。はみ出した余分なところはエアソーや糸のこでざっくりと切り落とし、サンダーやサンドペーパーで削りながらフューエルリッドの形に合わせる。結局こうやってヤスリかけちゃうから、元が地が黒かったとしても色が剥げちゃうんで、こう塗らなくちゃいけないですよ。最後黒っぽい色で。表面がツルツルであればここで終わらせてもいいのだが、よく見るとシワのようなデコボコがあるので残念だよ。せっかくなんか一生懸命サランラップ取ったりとかしたのに水の泡だよもんだったら初めからこうやってやりゃいいんだやりすぎてカーボンの目が出てきちゃったらバカだよねだから樹脂は多めに塗るっていうのはいいと思うし、なるべくこの作業をしなくて済むように丁寧に丁寧によくエア抜く。もうよくわかりますね。これで筋がいっぱい残ってたっていうのがね。デコボコ具合に合わせて120番から1000番ぐらいまでサンドペーパーの番手を上げていき、手で触って気にならないぐらいまで仕上げる。あとはマスキングして塗装の削れた周りをスプレーやタッチペンで目立たないようにブラックオフする。最後の仕上げはクリアスプレー。垂れないように少しずつ重ね塗りしてツヤを出せばウェットカーボンの完成。クリアをですね、もう何度も何度も重ねて塗ったので、あとは完全に乾かして車にくっつけたら今回の DIY 企画は終了。完成度は低いですけど一応完成となるはずだったのだが、いかん。乾かしてもう一回磨かこれでゴミ全部拾ってましたあら、ゴミだらけになりました。ゴミだらけになりましたよ。あんなに綺麗だったのにあとは待つだけだったのに、このガサツな一撃でもう一回削り直しじゃう。最後にとんでもない味噌がついてしまったが、無事ウェットカーボンは完成。綺麗な方は端まできっちりカーボンの目が詰まっているが、失敗した方はずれて足りないだけでなく、クロスのほつれや歪みまでそのまま真空パック状態。作品としては失敗だけどクオリティはまあまあの出来。いかがですかこれ、この仕上がり。
初めね作る前はこんなところカーボンなんか貼ったってしょうがねえよとか、どうせやるんだったらカッティングシートでいいんじゃないのって思ったんですけど、違います。やっぱりですね、開けた時の貼って内蔵感バッチリ一体になってるっていうのもあるし、洗車する時も気にしなくてもいいし、カッティングシートと同じか否かという点ではカッティングシートとは違う、質感も高い、こんなんだからいいや適当にってやって見えねえんだろどうせって思ったところは見事に上に来てしまいバッチリ見えるようになってしまいました。これは大失敗です。せっかくこんなかっこいいならもっと真面目にやればよかったなと。ちょっとねやっぱファイバー貼った分だけ段差があるんだけど、まあ、気にならないレベルかなそんなの。というわけでオプション数に載っていた DIY、片手ではできませんでしたがぜひぜひ試す価値があるカーボン DIY じゃないかと僕はおすすめします。それほど難しくなくドレスアップ効果も抜群。ぜひ一度お試しあれ。